どうも、ベトナムで骨折して人工股関節を入れて2ヶ月経ちました。今は日本にいます。けいこです。やっと国民健康保険証を入手したので、近所の整形外科医に行ってきました。負荷をかけてストレッチするようにって言われて、それは筋トレだなと思ったので、このようなトレーニングチューブを買って最近は筋トレしてます。筋トレは週3日ぐらいにしておいて、それ以外の日、そして筋トレの前後にはマッサージをしたりストレッチをしてます。ベトナムで人工股関節全置換術というのを受けたんですけれども、何種類か手術法があるんです。日本では最新型の手術法を選ぶ人が多いようなんですけれども、私は日本でいうところの10年以上前の古い方の手術を受けてます。そもそも怪我して救急車で運ばれたので、手術の方を選ぶような余裕も全然なかったし、もう先生にお任せでした。アプローチの方法によってしてはいけない足の形っていうのがあるんですね。で、私は後方アプローチと言いましてですね、ももの後ろ側、大臀筋のあたりをがっさりと斜めに切り開くパターンの術式だったんですけれども、こんな風に膝を横に開く、いわゆる開脚はもういくらしても構わないよって整形外科の先生にも言われているのでしております。最新式の術式だと筋肉を切り開かないで筋肉を避けた部分、太ももの前の方を切るらしいんです。だから体の回復も早いらしいんですけれども、私の場合は大臀筋っていう筋肉を切り開いての術式なのでちょっと時間かかってます。お医者さんからはもう松葉杖はいらないでしょって言われたんですけれども、私の散歩の距離が約7キロと長いんですね。歩き始めて10分ぐらいにまだ足のこわばりがあるのを感じるんですね。足の裏がうまく伸びないなとか、アキレス腱がうまく伸びないなとか、それは朝ストレッチやマッサージをした後でもやはりそうなんです。だからストレッチやマッサージで使う体の部分と歩く時に使う部分っていうのが違うので、やっぱそのこわばった部分が馴染むまで5分10分かかるんですね。その時にちょっと変な歩き方になってる気がするっていうのがあって、そういう変な癖体につけたくないなっていうのもあって、松葉杖1本を持って外に出てます。一番ひどかった時に比べると痛みもだるさも 5% ぐらいまで軽減されているんですけれども、この 5% からゼロになるまでが結構時間かかるんだろうなって思ってます。で、先生にまだまだ足ちょっと痛いしだるいよって言ってみたらば、手術2ヶ月ぐらいだったらそんなもんですって言われたんですね。そっか、そんなもんか。世の中の人はこんな少し痛みやだるさがある中でも杖なしで歩く練習してるのか、偉いなぁなんて思ってしまいました。ただ最近ではあちこちで松葉杖を忘れてくることが多くて、松葉杖かさばるし長い傘を持って歩こうかななんて思ってたんですけど、こんなに目立つ松葉杖を忘れるぐらいだから傘にしたらもっと忘れるかなっていうのがあって、どうしようかなってところです。ただ長く動かずに立ってると本当に足が辛くなるので、電車に乗るときは松葉杖を持っていく。あと1週間10日ぐらいちょっと様子を見てみて、街中歩くときは傘か、何もなしでもいいかなって思ってます。左右の足の前後のスライドの角度っていうのが2週間ぐらい前からほとんど変わってないんですよ。外を歩いてて確かに杖なしでもすごく歩けるようになったし、足も安定してきてるんだけれども、早くは歩けないの。歩幅が狭いままだから。これ見てわかります？右のね、ももはほとんどお腹にペタッとくっつくように曲がるんだけれども、左側がね、まだこの程度です。サムネイルのタイトルにもあるんですけれども、筋トレとヨガは同時には成り立たないなという感じがしました。それはね、ご飯を食べる時間によるんですよ。
私インドで20年ほどヨガをずっと習ってるんですけれども、先生から言われてるのは4時間の空腹が必要だって言われてるんですね。というのもやっぱり下向いたり、つまり口よりも胃やお腹の方が高くなるような形ってあるわけです。そうでなくても斜めに倒れたりとか、4時間の空腹っていうのは自分もやっていて納得できるところだったんですよ。だけどね、筋トレできちんと筋肉をつけようと思ったら、食後 1,2 時間後にトレーニングをしろと。ヨガと筋トレを同じタイミングでするのってできないってことじゃない？それって。ヨガに関してはね、今タッチポーズ、今右のウィンドウ、向かって右側のウィンドウでヨガをやってるのをお見せしてるんですけれども、正直言ってまだ左足が弱くて不安定なんです。だからこれベッドにお尻を時々かけたり、足を支えるのにベッドを使ってるんですね。股関節をいろんな方向に開きながら負荷をかけて鍛えていくっていう動きなので、今やってるこのポーズがまさにそうなんですけど、これってでも筋トレと同じ効果があるっていうんであったら、後ろ足を鍛えてるポーズなんですけれども、筋トレと同じように筋肉を作るためであれば、ヨガをする時も4時間も空けちゃダメなんじゃないのってことにならないですか？筋トレ的な話が正しいとすれば。タッチポーズのヨガって腰とか下半身全体にしっかり筋肉がつくし、筋肉を使うしで、ヨガの方が筋肉がついてるなっていう感じがするんですね。どうなのかちょっとわからないな。今のところ筋トレとヨガを全く別の時間帯でしております。ただ今回初めて筋トレをしてみて、筋トレはヨガよりもお手軽だなという感じがしてます。完全空腹になるのを待たなくてもいいし、筋トレの前後で食べなさいって言われるわけじゃないですか。ヨガしてると食べない時間帯っていうのを作らないとダメだったので、結構ねそこが行動が制限されるところがあったんですよ。でも筋トレは食べるものがタンパク質とかね、糖分であればいつでも筋トレができるなっていうのが便利だなと思いました。例えば人と話しながらとか、動画見ながらとか、音楽聴きながらでもできるし、いいなぁなんて思ってます。気楽にできる嬉しさで、上半身も鍛えてみようかなと思ってのメニューに組み入れてみました。手術して 3,4 ヶ月は脱臼する可能性もあるので、絶対転んじゃダメだって言われてるんですね。そういうこともあって、年内いっぱいは下半身の筋肉を鍛えるっていうエクササイズを続けていこうかなと思ってます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。